は。こんにちは。今日はお忙しいところお時間を割いていただいてありがとうございます。こちらこそどうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。もう何歳、何がきっかけで写真との出会いがあったんですか？僕もともとあんまり写真を撮ることっていうのがどっちかっていうとあんまり好きじゃなくて、小さい頃とかどっか家族で旅行行ったりした時とかにみんなでこう並んで写真とか撮ったりするのがちょっと鬱陶しかったりしてたんですね。そういわゆる記念写真。そうです。で、割とティーンエイジになってからもその友達とかとどっか遊び行ったりする時とかも一緒にこうスナップ撮ったりとかっていうこともする習慣がなかったんですね。20歳前後ぐらいの頃にバックパッカーみたいなことをやるようになってですね。いろいろ。そうです。あちこち外国に一人で旅行したりとかするようになった時がありまして、でその時にこうその初めて見る景色を撮りたいって思うようになって、で写真を撮るようになったんですね。で考えてみるとその写真を撮る行為っていうのはこう記録としてだけではなくて自分の表現にもなりますし、あとカメラを持ってると知らない人に話しかけやすくなるんですね。確かに。はい、そういう意味でもコミュニケーションを取るための道具としてもすごく便利なものなんだなということに気づいて、でそれから写真撮るようになりました。あえて写真を勉強しようとか、そういう、はい、思ったことが最初になかったきっかけはなかったんですけど、それから大学は写真と全く関係ない、自分の父親が車のエンジンを設計する会社やってたもんですから、そういった自動車の機械を設計する学科に勉強してたんですね。学校は辞めなかったんですけど、それとは別に写真学校に行きだしたんですね。そのコツとかそこで覚えて。そうですね。技法を学ぶつもりで行ったんですけど、実は入ってみると写真の技法っていうのはたかが知れてるというか、そういったことよりかはどういうものを見る目を勉強したというか、週に来週までにフィルムを36枚やり、3本とかそういう意味で別にデジタルとかじゃなくて、その頃は本当に35ミリっていうか。そうですね。その頃はデジタルはまだなかったので、いい時代。そうですね。で来週までに写真36枚撮りを何本必ず撮ってこいと。でそれのプリントで。そのペタイ機を持ってこいと。で持ってったらすごく気になるのがこれだこれだっていうのを知りつけられたっていうのをもうとにかくずっと繰り返すような。そうなんですね。はい。反復の。じゃあ本当に先生のところを持ってで、僕だったらこれを強調するとかそうですそうです。なるほどね。本当に修行って言っちゃあれなんですけど。修行のようなもう単純作業の反復ですよね。それはおいくつの時ですか？それは21とか、そのぐらいの頃だったと思います。はい。大学卒業して社会人になるときに広告の会社に入るわけなんですね。そこでサラリーマンでカメラマンをやることになるんですけど、昼はもう忙しいわけなんですよ、広告の仕事で。ということは活動は夜だから自分の作品を撮る時間っていうことを考えると、そうです、夜しかなくなるわけなんですよね。そうですよね。でその時に夜のどこ撮りに行ってたかというとライブハウスとか人が集まるようなところに行ってたんですね。でそこでそこにいる何人かのカップルと知り合ったりした時に、カップルって面白いなと思って。そう確かにそれもちょっと聞こうと思ったんですけど、そこはやっぱりすごく面白いなと思って、包もうというかラッピングしようっていうことに至ったのはどんな経緯でしょうか？もともとライブハウスとかナイトクラブでカップルを撮ってっていうところがずっとそのうちバスタブみたいな狭いところにカップルを押し込んで撮ったりとかするようになったんですけど、なんでカップルが面白いのかっていうのが、カップルって密着したがるじゃないですか。確かに。抱き合ったりしたくなるし、常に
お互いくっついていたい、そうですね、そういうのをこう見てるうちにもともとこう愛し合う者たちっていうのは一つの存在なんじゃないかっていうように思うようになって、であればこうどれだけ密着して一つの塊のように見せるかっていうことがこう愛の深さのこう可視化になるんじゃないかと思ったわけなんです。愛の深さですね。はい。ということでこう2人がこうくっついて一つになっているようなイメージを取るようになったんですね。でバスタブを取ってた時にこのバスタブに代わる何かこう日常生活に使っているようなもので2人をこう密着できるようなものがないかってことで、布団の圧縮袋にカップルを入れるようになったんです。そうですね、圧縮袋は非常に斬新な。でそういう意味でこう包まれてるっていうよりかは、こう2人をこうくっつけるための道具としてラッピングをしてるんですね。なのでこう周りがこう膜で覆われてるイメージっていうのは、僕にとってはセルっていうか、なんて言うんでしょう、僕にとってこう一番大事なことじゃないんですよ。まあ確かに一番大事なのはこう2人が一つの塊になるように見せるってことで、まあそこからこうじゃあそのこう包まれた作品ができて、でそこからこうどういうふうにその先にそう作品を発展させるときに、包まれるってことも意識するようになったんですけど、そういう意味で言うとこうこの作品も、人間だけじゃなくて周りのこう映ってるもの全て背景も全てラッピングされてるんですけど、これは包まれてるっていうことは二の次で、一番大事なのはこう一つにつながってるっていうようなことを表現したかったんですね。最初こうまず被写体が決まるわけなんですね。この人を撮るっていうことが決まって、で、この場合はこの人たちが住んでいる家を選ぶわけなんですけど、でそこにこう一回下見に行くんですね。じゃあ実際にその家に住んでる人ですか？そうです。はい。じゃあ全てがもうなんていうんですかね、今日ではなくても実っていうか実際に。はい。なるほど。で最初ここロケハンに行きまして下見をして、でその時にもうカメラの画角を決めてしまうんですね。こうどの範囲がこうカメラに映り込むかっていうのも全部決めてしまって、でその後にもうその日のうちにその子を全部寸法を測るんですよ。なるほど。寸法を測ってこうなんですかね、設計図みたいなものを作って、でそれをもとにそのサイズに合わせたこう袋を作ってるんですよ。じゃあ実際にこう袋の形ですか？作ってるんです。はい。こうなんか失礼ですけど、こう適当にこうなんかビニールかぶせるんじゃなくて、本当にこう袋自体を作って、それをこうなんか一つのパッケージみたいにこうかぶせる。そうです。この庭の木だとか門だとか家の本体だとかこの車だとかっていうのを全部袋を作ってるんですよね。でそれをこうまた現場に持ってってで6人がかりぐらいで一気にガーってかぶせて撮るんですけど。できるもんですね。できるもん。はい。すごいな。規模があんまり大きい場合はこうその撮影の前日から用意を始めて、じゃあできることならもう本当に1日で。そうです。それはもうポリシーっていうか。そうですね。ところがこう一番太陽の光の状態がいい時っていうのは大体こうお昼前後になるわけですよね。場合によって場所によっては午前中の方がいい時とかもあったりとかして、その時間までに全部かぶせなきゃいけないってなってくると、そうですね。やっぱりこう前日からこう準備とか始めないといけないという。なるほど。はい。すごいなんかもう哲学というか、もうすごくこう数学というか、なんですか、ちゃんと数えっていうか、計算して。そうですね。はい。いや奥深い。奥深いですか。奥深い。いやすごい。なんかどこかでこうすごいバカバカしい考えをですね、こうどれだけ真剣にやるかっていうところにこう自分の価値があるのかなとか。すごいな、贈り物授かった。で、例えばその被写体はもう本当にそこら辺で出会った人たちですか？それともなんかお知り合いとか。
例えばこう歩いて、本当に変なこと言いますけれども、例えばこう道端歩いてこの人たちは面白いってじゃあ話してみようみたいな。昔はそういうことはありました。あとこう友達に紹介してもらったりとか、あとこう SNS で募集したりとかすることもありましたし、でどんどんこう自分の作品が増えてくると、逆に僕のウェブサイトを見たっていう人から E メールで、じゃあ私たちをどうぞみたいな、そういう連絡をいただくこともあります。ちなみにこれは私の両親なんですけど。ご両親ですね。実家で撮影をしたという。そうなんです。やっぱりすごい。今日は本当に長い間ありがとうございました。今日こちらこそどうもありがとうございました。今度は11月の展覧会をすごく楽しみにしています。ぜひお越しください。見に来てください。必ず参ります。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。